おはようございます。ふらりです。今日はふらりと浮いている島に行ってきました。浮いている島です。違います。宙には浮いていません。こんな感じに普通に水に浮いています。島は浮いてないですよね。普通は。でも本当に浮いている島があるそうです。これがそれ、国指定天然記念物浮島の森です。国指定ってことはなんか本物っぽいわよね。では行ってみましょう。浮島の森は和歌山県新宮市にあります。東京からは約 600km の距離で新幹線やバスを乗り継げば1日でたどり着くことができます。でも東京から日帰りは無理でしょうね。浮島の森の広さは東西に約 85m、南北に約 60m で面積はおよそ5000平方メートルです。 Google Earth で見る限り周りの池の部分は非常に狭く、池に浮かんでいる島というより堀で囲まれた森という感じがしますね。いやいや、江戸城の堀の方が大きいよね、この島全体より。 JR 新宮駅より 500m、 歩いて約6分です。駐車場もあるようですよ。入り口の前には可愛い女の子の石像、なぜか蛇を抱いている老いのとオロチの伝説。だって幼い女の子がオロチに飲まれて沼に沈んだ話って暗い。なぜこんな暗い話をわざわざ展示しているんだろう。気分が暗くなっちゃうよね。なんとなく東京都目黒区の神室坂公園の伝説を思い出しちゃったわ。気を取り直して進みます。入場料は大人110円に値上がりしています。では出発。堀じゃなくて池に沿って歩いていきます。水の流れのないたまり水なので正直綺麗とは思えなかった。いよいよ島に上陸。波があるわけでもなく浮いてる感ないです。ここで飛び跳ねて揺れるのは通路の立て付けが悪いからだと思います。島の面積は5000平方メートルだから島としては小さいけれど船ならば大きいです。こんな船の上で人一人が飛び跳ねても船は揺れないですからね。揺れないのは当然ですよね。なぜこの島が浮いているかというと、落ち葉が水に浮かび、そういうのが積もり積もって浮いた状態で土のようになり、そこに植物が生えたって感じですね。ウィキペディア先生によると、その名の通りに水に浮かび、1945年、昭和20年頃までは台風や荒天などで大風が吹いたり、島の地表で強く足踏みするなどすると、島全体が揺れ動いたという。だって。1945年頃までは。で、今は浮いてないの？浮いてる島じゃなくて浮いてた島ってこと？ウィキペディア先生には島の大部分が座礁してほぼ浮いてないって書いているよ。とほほ、なんてこと。そりゃ揺れないし浮いてる感ないよね。通路は全て板張りなので泥で汚れることはありませんでした。通路から外れようものならとんでもなく汚れそうです。植物が豊富らしく、南国の植物と寒い地方の植物が入り乱れて成長している珍しいところなんだって。南国の植物と寒い地方の植物がわかるように色分けされた名札が付けられていました。でも植物に興味がなければ難しい。ジャンクルを思わせるような手つかずの自然。自然というものは本来こんなものかもしれませんね。ここは
伝説のおいちゃんはオロチに飲まれたという底なし沼。看板には蛇の穴と書かれています。確かに深そうだわ、この沼っぽいところ。でも人が沈んだという穴を見て気分が良くなる人はいないと思う。観光振興なら幸せを連想させるものをアピールする方が良いと思うのだけど。これは神棚にお供えする榊。島全体がよく言えば手つかずの雑木林。率直には放置されて荒れ放題の雑木林って感じ。これらは南国の植物と寒い地方の植物が共生している典型的なところ。ゆっくり撮影しながら回っても10分足らずで出口に到着。島として残すためなのでしょうけれど、正直ここまでギリギリまで周りの池を埋めてしまっていることが失敗しているなと思います。正直植物がとっても好きとか、浮いているものなら何でも好きとか、もう全ての場所は行き尽くしてネタがないとか、そんな信念がある人でないと楽しむのは難しいと感じました。